2022年5月、トップガンマーヴェリックが公開。今回は戦闘機が登場活躍する映画を紹介したいと思います。トップガンマーヴェリックを見た方も、これから見る方も、きっと気になる映画が見つかると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。Where is it? Try to break the lock. まずはじめに紹介するのはエネミーライン。2001年公開の映画です。アメリカ海軍全面協力の作品となっています。この映画、戦闘機の活躍は最初の少しだけなのですが、トップガンマーヴェリックと同じ FA18 が登場するため選ばせていただきました。主人公のクリスは本来予定していない区域で偵察任務を行い、武装組織に地対空ミサイルで攻撃を受けます。必死で避けますが撃墜され、敵陣の中から生還を目指すストーリーです。不幸を敷きながら実話を元にしているそうです。序盤のミサイル回避映像で一気に映画に引き込まれます。青チャーシ姿の敵兵が異様にインパクトがある作品です。続いてインデペンデンス・デイ。ウィル・スミス演じる主人公の兄貴として FA18 が大活躍します。この作品でウィル・スミスを知った方も多いのではないでしょうか。ロケ地では本物の UFO と見間違えた住民から通報が相次いだとか、いくつか UFO にまつわる有名な都市伝説を盛り込んだ本作ですが、この映画自体が都市伝説になるところでした。Call up your stores. 2 Sidewinders and 244 rounds. We'll never raise safety at this speed. We're burning fuel too fast. アイアンイーグルはトップガンにも負けないスカイアクションを見せてくれます。トップガンのヒットを受けて制作されたと公開されている方がいますが、映画の公開はこちらが先です。登場する戦闘機は F16。アメリカ空軍の協力が得られなかったため、イスラエル空軍のものを使用しています。ナイト・オブ・ザ・スカイはフランス空軍全面協力での撮影。ミラージュ戦闘機が登場します。フランス版トップガンとも呼ばれており、スカイアクションはトップガン以上とも言われます。タイトルのナイトは夜ではなく騎士のことです。とにかく映像にこだわっている作品で、美しい映像が楽しめます。トラは日米合作の映画です。20世紀フォックスの社運がかかるほどの拒否となりました。戦争映画の歴史に残る作品の一つです。日米双方政府の協力も惜しみなく、
多数の実機軍艦パイロットが参加。軍用施設も貸し出し、爆破も許可という大盤振る舞いでした。さすがにアメリカ議会でも問題になったそうです。当初黒澤明が日本側の監督を務めましたが、さまざまなトラブルにより降板してしまいました。日米双方の実際の戦争経験者の検証が行われながら撮影されたため、相当なスケジュールがかかりました。しかしタイトルの通り日本が活躍する映画であるため、アメリカでの興行はいまいちとなってしまいました。後のミッドウェーではその反省が生かされることになります。ミッドウェーはトラトラトラでやりたい放題やられたアメリカが、今作ではこれでもかというくらい日本をボコボコにする映画です。ただし日本人俳優も多く出演し、検証なども十分に行っており、日米双方の立場を描くバランスの良さがあります。監督はインデペンデンス・デイを手掛けたローランド・エメリヒです。トラトラトラと合わせてみたい作品です。自衛長官、申し上げます。偵察機からの報告です。敵水上艦艇10隻を確認。メンフィス・ベルはこれまで紹介した作品と少し違い、爆撃機を主役とした映画です。 B-17 爆撃機が登場します。メンフィス・ベルは B-17 に付けられた名前です。実話を元にしており、モデルとなったメンフィス・ベルは今も保管されています。乗組員が見てた映画に登場するボート名が由来だとか。爆撃機単位は25回出撃すると故郷に帰れることになっていました。メンフィス・ベルは24回の出撃を無事に終え、25回目ラストの出撃を行います。Why don't they do something? Bail out, you guys. Come on, wake up! Get out! Jesus, there's a hole in the pilot's window. レッドバロンは2008年公開のドイツ映画です。マンフリート・フォン・リフトホーフェンの伝記映画。第一次世界大戦が舞台です。紅の豚やシャアのモデルだと言われています。戦闘機の性能をパイロットの腕でカバーできた最後の時代とも言われています。リフトホーフェンは最後、誰に撃墜されたのかは分かっていません。一方、フライボーイズは第一次世界大戦の連合軍側を描いた映画です。フランスのニューポール17戦闘機が活躍します。主人公はアメリカからの志願兵でドイツ軍と戦います。
いわゆるフランスの外国人部隊です。ラファイエット戦闘機隊という実在した部隊を元にしています。華麗なる飛行機野郎は実在したウォルド・ペッパーを描いた映画です。現代はウォルド・ペッパーなんですが、日本では伝わらないと思ったのか大きく変えています。空に魅了され空をかけていくことをやめられない男たちの話です。空に魅了され空をかけていくことをやめられない男たちの話です。What makes the great Waldo Pepper unique among the great air adventure films is its authenticity. Once again, men are flying as they did when planes were made of canvas, wood, and wire, and lives are laid on the line in wild and reckless stunts, all photographed in the air in a superb feat of flying and picture making. California. アビエイターは少し変わりまして、映画を作った男の話です。1930年公開の地獄の天使を撮影している場面が描かれます。史上初めて制作費が$100万を超えた映画です。ハワード・ヒューズという実在した実業家が主人公で、20世紀を代表する億万長者の一人です。このシーンでは飛行機の動きを映えさせるため、ひたすら雲が出るまで撮影を待ちます。映画制作のこだわりを感じることができます。先ほどのアビエイターでハワード・ヒューズが撮影した映画がこちらです。比較しながら見ると面白いと思います。こちらはおまけとして紹介いたします。空戦シーンなどは一切ないのですが、最新の F22 が登場するのと、エリートパイロット役のエマ・ストーンが可愛いということで紹介させていただきました。アロハという映画です。
が心温まるストーリーなので、戦争映画で心を痛めた時に見るとちょうどいいと思います。Just address the land and the sky. 今回は戦闘機が登場する映画を紹介しました。チャンネル登録、いいね、コメントぜひお願いいたします。